今日は皆様、名古屋までお越しいただきありがとうございます。上映を始める前にルールについて説明させていただきます。携帯電話の電源はお切りください。上映中、自由に声を出していただいて構いません。動きたくなった場合は自由に動いていただいて構いません。それでは上映スタートします。はい。はい。はいよ。はいよ、やばいよ。おはようございます。ウーバーです。お願いします。頑張って。Leon Abematsu, age 28, Uber Eats delivery driver. Once every 15 seconds, he makes a sound with his voice. はい。はいよ。こんにちは。ウーバーイーツです。お待たせしました。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。これが届いたメッセージですね。I met him 2 years ago. When I ordered an Uber Eats delivery, Leon, the delivery driver, sent me this message. I have a condition called tics. I move or make sounds involuntarily. I hope you understand. こんにちは。フィッシュテレビです。お疲れ様です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやって僕みたいに声が出ちゃうタイプの人と、体がこうやって動くタイプの運動チックと音声チックって2種類があって、今は基本的に音声チックがメインのチック症患者になります。ごめんなさいね、ちょっといろいろ迷惑かけるかもしれないですけど。Vocal tics include coughing, screaming, and grunting. Motor tics include blinking, shaking the neck, and shrugging shoulders. Tourette syndrome is when a person exhibits one or more vocal tics and multiple motor tics for at least a year. Leon has Tourette syndrome. 飲食店で過去に働いた時に仕事をしながらいかにチック症の声を出して発散するかっていうので、店で言っても差し支えないワードはあいよだったんで、無駄にあいよあいよ、はいかしこまりましたあいよって言ってたら、それがチックの一つの症状になりました。 Even now, Leon will randomly say, "Okay," without intending to. あいよ。こんにちは、ウーバーです。はい。Leon makes an average of 20 deliveries a day. He always sends his message when he accepts an order. この配達物は私レオンが運ばせていただきます。チックという病気があり、体の動きや声が出てしまうことがありますが、許していただけると幸いです。僕の病気を知らなかったら、っ
突然声出しちゃって不信感があると思うんですけど、それを少しでも解消するために怖がらないでくださいっていうメッセージです。Uber Eats connects restaurants with customers. During the pandemic, many people who lost their jobs became delivery drivers. ある程度のいいよ、お客さんとの距離感とか、あとは接する時間がやっぱ短くなる傾向にあるんで、だからUber Eatsを選ぼうかなって思った理由ですかね。The job suits someone like Leon, who suddenly makes loud sounds. Hi, Uber です。ありがとうございます。こちらになります。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっと声は響いて聞こえてきはしましたけど、でもその事前のお知らせがあったので、ってなったくらいでした。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。Leon has made friends with fellow delivery drivers. 今彼、魚屋さんっていう名前で配達してるんですよ。ニックネームで。そう、このあいよっていうのがいらっしゃいあいよっていう、そういうところで配達員は八百屋がいたぞ、また魚あいつがいたって言ってあいよ言いながらこうチャリコこいでたんで、なんか知り合いがいっぱいいる人なんだなと思って挨拶して回ってる人だと思ってて、なんか気さくな人なのかなっていう最初の印象はありました。People who know about Leon's condition call him the fishmonger out of affection. But he has problems dealing with society. Oyo! すいません。こっち見てるだろうなって人もおそらくいると思うんですけど、でもやっぱりもうそっちの方は見ないようにしてます。もうなるべく自分の中からストレスとなる要因を排除しようっていう考えなんで、自分は。But on this day, he couldn't let it go. 何なんかさっきは真似しよったけど。マネジナイスっていうやつは真似してる。俺声出ちゃう病気。分かるんですよ、もうチックの真似してきてる人とかは遠くから声出してきてる分かるから、なんか説明したら理解者は一人でも増えるかなと思って毎回いいには行くんですけど、ちょっと正直しんどいことなんですね。今真似されたんですか？もうさっきからずっと聞こえてたんだけど。They don't just imitate Leon. Sometimes they say mean things. He needs his earbuds because they also serve as earplugs. Leon was born in Kagoshima. When he was in second grade, he figured out he has a medical condition due to something his dad said. 一緒に家族で食卓囲んでる時とかになんか父ちゃんとかになんか「お前その癖やめれんのか?」って言われるけど、ちょっと頑張って止めてみる、だけどできない、怒られるっていうなんか負の連鎖みたいになっちゃって、でそれでなんかでもさすがに親も
これじゃいけないなっていうので病院に連れてってくれて。 It's a condition he can't control well. Leon later learned that it's also a condition that other people have trouble understanding. やっぱりなんか僕一人で生きてる感じがちょっとしないんですよね。僕が思ってることと違うことをしちゃう自分がいるから、そこには。だから、昔からよく悪魔の病気って言われてたみたいだけど、確かに体に悪魔が住み着いてるようだよねって、確かにすごく分かりやすい表現だし。Leon fought to suppress the other person running wild inside of him. In this day in Yokohama, there was a gathering of Tourette syndrome patients and their family members. こんにちは。 4 times a year, patients and family members gather to share their concerns and exchange information. Kentaro Tani leads the meetings. For many years, his condition has made him twitch his neck and make noises. He talks with young patients about their worries. チックが出る前の感覚に気づけてるかどうか。無意識でチックが起こってる方も中にはおられると思うんですね。すいません、僕音声チックなんで、音声はどういうふうに気をつければいいんですか？単純に考えると、あーっていうチックに対してはそれが同時にできない。声を出したくなったら息を吸う。まずはブロックするんですね。This woman has suffered from her condition for 20 years, since she was a child. 日常生活でこんなことを困ったことがあるとか、ありますか？普通に生きるのに困ります。なんか電車とかもあんまり乗りたくないし、飛行機とかもしんどかったり、あと美容院とか地獄ですよね。なんか動けないじゃないですか。This video is from when her symptoms were very bad in high school. 6 years old. 6 years old? Yes. Okay. Desperate for a cure, her family sought treatment in the US. The doctor took this video. She's been taking. The treatment then was a special mouthpiece she would wear to reduce the symptoms' severity. At the time, this treatment was unavailable in Japan. When Nonoko wore it, she would scream and move less. The symptoms were reduced, but it was not a complete cure. 幼い頃とかは親が助けてくれたりとかしてなんか幸せに暮らせてたけど、この年になるとこれから先どうやって生きていこうみたいな。 This man requires help from his mother. 5歳の時に症状が出まして、もういきなりひどかったんです。目パチパチからでしたね。目がパチパチと首をこう曲げるのと始めて、どんどん下に流れていったんです。今目をかけないように手を縛ってますので、それ手を縛ってるんですよ、これ実は。手が出ないように自分でこうしてるんですね。手がこう出ちゃいますから、縛って手を動かないように固定してるんです。車でもシートベルトでこう手を巻いて、ガラスを叩かないように手をこう巻いて固定をするんです。中国で医療をいろいろな中医学で治療してみたり、針も打ちましたし、漢方も飲みました。でそれで最終的に良くならなかったので DBS の手術をしました。
DBS is a procedure that implants electrodes in the brain. It's normally used to treat Parkinson's. But in this man's case, it had almost no effect. 今はここに電池があるんですけれども、3年で止まっちゃうんですが、ね、でもう止まった状態です。今はもう頭の中に電流が流れてない状態です。じゃあバッテリーだけが入ってるよね。入ってるんです。それを取り出すっていう選択肢はない。それを取り出すよりも体にある方が体に負担がないっていう結論。Patients and families are eager for a cure. Dr. Yukiko Kano at the University of Tokyo Hospital is Japan's leading expert on Tourette syndrome. 実はその世界的な研究者が集まっていろいろ遺伝子を調べてもこれだって決まっているものはなかなかなくって、いろんなレベルでの改善策はあってもこの脳のここがおかしいからこれに作用するこの薬を飲めばいいですみたいな感じの根本治療はないですね。Tourette syndrome reportedly affects 3 to 8 people out of every 1,000. One obstacle to finding a cure is the way medical institutes are structured. 科でいうと精神科と神経内科と小児科とが重なってるの、そしてDBS だったら脳外科とか重なってるような、だからどっかだけがうちのメインだから頑張ってやりましょうっていう感じでもないっていうか、医療側の都合って言うと変ですけど、そういう点でも一枚岩になって対応しにくかったってことはあるとは思うんですが。Patients find obstacles to finding work. Ryusei Sakai is looking for a job. 就活どんな感じだ？就活はね、難航してる。難航した？難航言うてまだそんなに行ってないんだよ。2、3個なんだけどまだって始まったばっかなんだけど、1週間以内に連絡しますって言ったところがあるんだけど、連絡が来ないまま2週間経ったんだよね。それはもう終わってるんだよ。終わってると思うじゃん。終わってると思って。Ryusei's condition sometimes poses a problem for him. やっぱり就職活動してる時って面接があると思うんですけど、面接してる最中にもこうやって体動いちゃいますし、日本の仕事って静かにできることを前提にされてる場合っていうのが多くて、そういうところでどうしても静かにできないんだ、じゃあちょっとみたいな対応をされてしまうことがあるので。Accepting one's other self and living with Tourette syndrome is like floundering in raging waves. Ryusei Sakai lives in Kanagawa. He's 23 years old. He finished university, but he hasn't found work. He likes drawing pictures with his computer. ね、なかなか体が動いちゃうので、いつもこうやって沈めながら書ける時に書けるタイミングでね、書くようにしてるんですけど。楽しみで、これこれは何ですか？これもう全部壊れてしまったペンたちで全部買い直しては壊して、買い直しては壊してでここには20本ぐらいしかないんですけど、合計で多分40本50本ぐらいはこの数年で壊しちゃってるかなって感じですね。
折れちゃいましたね。割り箸を使ってなくても結構こうなってしまうので、極力替えの利く割り箸を使うようにはしてるんですけど、やっぱ食べてる最中にこう箸が折れてしまうので、なかなか困りますよね、こういうのは。All of Ryusei's dishware is plastic. That prevents injury. 跳ねちゃったらすいません。He's lived here alone for 5 years. 病気がひどい時とかはもう普通にこう警察の方に通報されてしまって、その警察官がうちに来たりだとか。So people next door can't hear his voice. Ryusei put up sound-absorbing material on the wall. Right now, I'm worried about how to write my condition on my resume. 人に危害を加えたりだとか、物を破損することはありません。PC での事務作業や対人コミュニケーションは問題なくこなせます。しかし、周りの方を驚かせてしまうので、同じ部署で働く方々に病気の周知と、デスクの位置の、調整をしていただきたいです。これを書いてるときは、なんかこう、できるだけ相手に、ね、マイナスな伝わり方をしないように、心がけているんですけど、こう、細かく伝えようと思えば、ね、伝えようと思うほど、こう、不安を煽るような文章になってしまうので、そこら辺の兼ね合いっていうんですかね、バランスというか、どこまで伝えるべきなのかっていうのがすごく難しくて。In Japan, a resume requires a headshot. Ryusei is walking to his usual photo booth. 今は逆にマスクつけてるのが割と当たり前の生活になってるから、そこら辺すごく、なんでしょうね、チック。結構顔に出るチック、表情に出るチックが僕は多いので、すごく助かってます。マスクつけて帽子かぶって下向いてたら表情わかんないので。Masks are helpful for concealing Ryusei's condition. To be inconspicuous, he always goes to the same place. こいつ。ここがいつも使ってる。これがいつも使ってる証明写真ボックスです。ね、だいたい証明写真って駅前だったり地味に人気の多いところにあるんで、そういうなんか住宅街のど真ん中にあるのを見つけるのをめちゃくちゃ苦労しました。したらじゃあいらっしゃいませ。よろしければ四角いボタンを押してください。1,000 yen pays for 3 shots to choose from. 3、2、1。3、2、1。3、2、1。出てきましたね。まあぶっちゃけね、病気のね、やっぱ症状がこうも出てると写真一つでね、こう採用不採用がねあまり変わるとも思えないんですけどね。よし、じゃあ行きますか。Ryusei is optimistic today. He's going to the job placement office. 大学の頃に、そのカウンセラーになるためにいろいろ
勉強したこともあって、そういったことが活かせる方面だったらやっぱりこう病院だったりだとかこう福祉の施設とかだったらいいのかなっていうふうに思ってます。 But sometimes he thinks the effort may have been all for naught. ハローワークに行ったところでトゥレットって病気を、みんなが知らないので、ハローワークの行政の機関に行ってまず病気の説明から始めないといけないっていうスタートの仕方なんですよ。前例がない状態。 Ryusei has visited the job placement office many times. Will there be a job opening for him today?お疲れ様でした。どうでしたか？ちょっと今回はね、あんまりいい求人がちょっと見つからなかったですね。残念。だいぶ疲れてますね。そうですね。ちょっと忙しくてなかなかね。いやー、答えますね。Ryusei's future is uncertain. He cannot contain his other self during the job search. .何秒に1回ぐらい酒井さんの場合だと症状が出るんですかね？ひどい時は2秒に1回。ひどい時は2秒に1回で、調子がいい時は10秒に1回ですね。あと結構、その勘違いされがちなんですけど、チックって、なんだろうな、反不随運動っていうんですかね。言ってしまえばこう脳が勝手に出して、こう命令を体に出して、勝手に動いちゃうっていう感じなんですけど、なんかこう自分の意思である程度は抑えられるんですよね。そこを結構勘違いされてしまうことが多くて、例えば今もう右手がこうすごい動いてると思うんですけど、この体が勝手に出す右腕を動かせっていう命令に対してこう自分の意思で右腕を動かすなっていうこう命令をこう出してこうなんていうんですかね、抑えているみたいな状態なんですね。でこうやってれば、疲れはするんですけど、すごい体力的に疲れはするんですけど、一応こう抑えることができるっていう状態なんですよ。逆にじゃあ今何秒ぐらい耐えられるんですか？やってみましょうか。いいですか？まあでもそうですね。いきますよ、じゃあ。今抑えてますね。こうやってるとね、普通の人と何ら変わりないかな、健常者の人と変わんないかなっていうふうに思うんですけど、もう今もう体が内側からもう爆散するような衝動に襲われています。いやーしんどいはあ、もういいですねああって感じになります。30秒ぐらいですかね今。そうですね、全部抑えるってなると30秒ぐらいで、終わった後に結構反動で今みたいに体がすごいこわばったりするので、こんな感じもグッ電動歯ブラシを使うことでこう口の中に歯ブラシをね入れてる時間を短くして工夫はしてるんですけど、
ね、口の中を清潔にするための歯磨きで口の中傷つけてたりするんでね、なかなか本末転倒というか混乱できるんでね、困るんですけど。ふっ、よいしょ。Ryusei always goes to bed after 11 p.m.手を握ってないとこうやって動いちゃうね。叩くと痛くと起きるんで。Another symptom of Tourette syndrome is uncontrollable swearing. いやー、今日もこの時間になってきてしまったか。なかなか寝れないもんですね。Ryusei feels uncertainty and anger. やっぱ無理だって言われるんですよ。ああ、病気やったら働けないもんね、みたいな。働けるがと思って。誰が働けねえって決めたんだよ、みたいな。俺は働くぞ、と。眠いです、めっちゃ。ほんと。あくびは出るんですけど、寝かせてくれないんですよね。It is a daily battle. 見ていただきたい映像があって、こちらなんですけど。We showed Dr. Kano at the University of Tokyo Hospital the video of Ryusei trying to sleep. あ、寝てるのに声出してますね。あ、ほら舌も出してますよね。ねえ。声も出してるし、力もグッと入ってますよね。寝てる時にこんな症状があるっていうのは見たことないですね。患者さんもお家の昼間の活動のビデオっていうのは見せてくださったことよくあるんですけど、こういうのを初めて見ました。本当に大変だと思いますね。これじゃ全然疲れは取れないですよね。本当に昼間疲れてるっていうのはこういうことも関係してくるんじゃないかなって思います。There is much unknown about Tourette syndrome. Videos of slumber are valuable research materials. モスバーガー栄5丁目7キロダブルなんで行ってみっか。Delivery orders flood in during the World Cup. エレベーターの中でこうやってチック出してるんですよ。よし。こんばんは、ルバイスです。2692円です。はい。
待たせしました。はい、ありがとうございます。結構待ちました。だいぶ2時間ぐらいですよね。はい、でも今今日多分配達員全然いなくて。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。良い食事は。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。いややっぱ今日注文多いですね。やっぱワールドカップ効果なのかな。まあそういう小さい変化がこういう一配達員にも降ってきてちょっと騒がしいですね。大丈夫ですか。Leon is happy to see the December paving work. 俺はうるさいところが好きなんで、せよ、はいよ。俺みたいにこうやって声が出ちゃう人にとっては、まあなんですかね、落ち着くじゃないですけど、やっぱり、救いなんですよ。結構紛れられるんで、だからまあそのは友達みたいな、そんな感じですね。Leon loves to immerse himself in the noisy city. He loves to cook. So he wouldn't trouble his family in Kagoshima. 9 years ago, Leon moved far away to Nagoya. He earned a chef's license at a vocational college. はい、できました。エビとほうれん草のクリームパスタにしました。うまいよ。Today, Leon is going to a Japanese restaurant after hours. See you. お客さんの前に出るのはあんま良くないなってことで、締め作業だけこっちでさせてもらってます。お客さんは静かに食事をしたい人もいるので、だからそこはちょっと考えながら今ここのポジションにいますね。While he's working for Uber Eats, he has a goal. 飲食店いつかやりたいという夢があったんで、なのでまあやっぱり少しでもこの飲食の業界にお片付けでもいいし、携われることが意味があるのかなって思ってて。エリー、はいよ、久しぶり。元気？元気。おー。元気だよ。あ、いいね、いいね、ありがとう。Music fills the bar. Leon is a regular here. It's one of the few places he can relax. 乾杯。はい。甘い。美味しいよこれ。Eddie, the owner, is Nigerian. 声が出たり、動いたりするんだけど、ナイジェリアにもいるよそういう人。いる。ナイジェリアもいるよ。いじめたりしない。いじめたらまずしない。もし誰かいじめたら。大勢の人が助けてくれる。本当に？そこは全然違うよ。自分の国は愛情の国だから。なるほどね。愛情の国。みんなに愛されたいし、嫌われたくない。もちろん。だけど、だからどうやったら人に好きになってもらえるか。
考えてるし、いつも。レオンはちゃんと自信持って、ね、やりたいことやってもいい。嫌な人だったらもういいよ、もういいよみたい。もうこの指は一緒じゃないから、全部違う。絶対受けられる人はいっぱいいるから。Eddie is always supportive of Leon's dream. 例えばラーメンとか大好きだし、和食も大好きだけど声が出ちゃうからいけない。だけどそれでも人間には平等に何かを楽しんだり経験したりする権利がある。だからそれを平等に感じてもらうためには、僕がトゥレット症、チック症の人も来れるようなお店を作って、そこで全力で楽しんだりとか楽しかったって思える経験をしてもらうことはもう全てにおいてプラスでしかない。だから絶対それを叶えたい。この辺ピーマンついてない。これもらうわ、じゃあ俺。じゃあこれ違うやつは全部。4つ違うやつね。これ多分半分ピーマン入ってるからマジで。なんかガーリック。めっちゃ吟味するやん。Ryusei's good friends. 本当にぐちゃじゃん。それが一番だわ。They were in a board game club in university. 最近聞いて、包丁を使えるようになったんよ。マジで。いや、俺聞いたってさ、このモーションで分かった。豆腐をこうやって切るやつ。そう。マジね。怖いもん。今でこそ慣れたんだけど、マジ最初の頃ね、もうなんかバンジージャンプする前みたいな緊張感で包丁持ってやってたから。なんかもうデデンデンデデンみたいな豆腐相手に豆腐切るのにそんなにリスクを負う必要ないんだよ。普通にまな板使えよ。そうなんだけどさ、なんかさ。Ryusei has a notebook the Japanese government issues to those with mental disabilities. トゥレットって発達障害の部類なの。発達障害って精神の部類の精神保険、精神の手帳もらえるんだけど、精神障害かと言われるとさ、どちらかというとなんかまだ身体の方がしっくりくるかなみたいな部分もあるし、なんかどこの区分に割り当ててもなんかこうしっくりこないから、なんとなく精神と身体の間ぐらいのとこに存在してるがゆえに、どっちの仕事を探したとしてもぴったり合うものが一切ないのよ。精神の方の手帳を探すと、当たり前だけど静かに仕事ができる場所に通されるんだよ。黙々と作業をするみたいな。だからといって身体の方でなんかちょっと仕事を探してみたりすると想定されない症状だから、身体のその職場からしてみてもなんかこうそうなってくるとね、結局なんかこううちではちょっと合わないかなって全部のところでたらい回しにされちゃうんだよね。こっちがそのいかにその型破り They talked about Ryusei's resume. 感じで言ったところでさ、お前やっぱさ、自分自信なさすぎだと思うけどね、やっぱり。聞かれるんだよ。俺も最初違う。書き方がさ、PC での事務作業は対人コミュニケーションは問題なくこなせますがって書いてるけどさ、これマジお前得意って書いていいと思う。なんかもう今だって今の状態だとなんだろうね、なんかこう不安視されると思うんですけど、なんかまあ一応人の目はできるんですよねぐらいの不安なニュアンスになっちゃってるよ。問題なくこなせますって言われるとさ、問題なくこなせるくらいなんだ、波か波以下なんだっていうくらいには思っちゃう。与える印象確かに全然違うよ。そうだよな。実質得意じゃん。そう確かに。だここはもう嘘偽りなく得意って書いていいんだよ。問題なくこなせますがっていうのはさ、病気の話であってさ、それは入ってから周りにさ
考えてもらうことなわけだから。損してるな、じゃあ。そう、これはね、もう絶対そうだと思う。Ryusei has an interview today at a welfare venture. 自信がないように見られてしまう部分がね、できるだけないようにこうマイナスな言葉を使わずにポジティブな言葉でこう自分のことを表現できたらそれがきっと一番いいのかなって今は思うので。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の面接はどうでしたか？そうですね。結構いい感じだったかなって個人的には。なんかどういうところが？そうです。今まで結構課題だった僕の能力を見てくれる以前に話が終わってしまうっていうところをこうなんというかこう突破できたというか。そういうところでこう自分ができることとかも示せたかなっていうふうに思うので、そういった点で、以前より進歩っていうか何ですかね、前進できたかなって感じで。Ryusei will hear back from the company later, but at least he could show them his great computer literacy. He hasn't visited home in a long time. Ryusei has a brother and a sister. He lived at home until he finished high school. 小学校高学年ぐらいでももう相当ひどかったからね。家の中でもなんかこう体中力が入ってなんか動けなくなってその辺でバタンって倒れてるとかそういうこともあったから何してたかさ、結局小学校高学年ぐらいで結構160ぐらいになってたかな。もうそれをこう抱きかかえてよしよしよしってなんか抱っこして落ち着くまでをやってたのはよく覚えてる。そういう時には。From third grade until he finished junior high, Ryusei loved playing basketball. 他校との交流試合みたいなのがあって、練習試合だな。練習試合とかね。そうすると普段Ryuseiを全く知らない子たちが集まってくるでしょ。そうするとRyuseiがやっぱりもうギャーギャー騒いでるし、ね、変な顔してるし、そうすると向こうで笑ってたりするんだよね。指さされて。そう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 。でそうするとこの子がその子たちのとこ行って「いや僕こういう病気なんだよ」って説明しに行くの。そういうのを上から見てたんだよね。あれを見るのは辛かったよ、すごく。辛いっていうかやっぱりそうなるんだよなって。うちのかみさんはその授業中にね見るのが辛い、その症状を出している、そうなっちゃうのを見てるのは辛いって言ってましたよ。でもそれは多分普通のことなのかなっていうふうには思います。普通っていう言い方も変だな。そういう人が多いんじゃないのかなって。これはレオンさんご本人をモデルに私がイラスト描きました。Nozomi Tanabe is a senior in education at Chiba University. She's a future teacher.
Her research topic is the study of Tourette syndrome. Nozomi took an interest in Tourette syndrome after watching a Nagoya CBC TV news program that aired in September of last year. 学校で病気のことをからかわれることも多かったと言います。すごく目立つ病気なんでなので真似されることは正直もうしょっちゅうです。僕のチックの症状が練習中に出て、それで先生が「お前風邪だろどっか行け」って練習から外れろって言われたのはすっごい覚えてるですね。イヤホンつけて生活してるとかっていうのを見て、実際にそういうネガティブな印象を受けてるんだっていうことを改めて知って、それってそのままにしておいていいものではないじゃないですかと思って、やっぱり何か解決というか生きやすく、トゥレット症の方ももっと生きやすくなれるように何かできるんじゃないかなっていうふうに思いました。 That December, Nozomi had interned at a Chiba City Elementary. She suggested to her supervising teacher that they give lessons on Tourette syndrome. やっぱり小学生の人格形成の基礎の段階のうちにこういう授業をすることによって、個性を認め合って助け合うのが当たり前っていう人が育っていくんじゃないかなっていうふうに思って、小学校で授業をやることにしました。For learning materials, Nozomi illustrated Leon's tough experience at a ramen diner. Leon suddenly makes sounds in the diner. He apologizes to those around him. Sorry. Then the manager says, "You're too loud. Can you please leave?" クラスの中にトゥレット症を初めから知ってるっていう子が全然いなかったので、どういう状況なのかとか、このレオンさんがどうしてこうなっているのかとか分からなくて、疑問を抱く子が多かったです。Nozomi had a major realization from teaching this lesson. やっぱり一番はレオンさん本人と子どもたちが会ってお話しすることが一番の理解につながるのかなっていうふうに思うので、いい理解の場になるといいなと思います。That's how Leon ended up traveling from Nagoya to Chiba City Elementary School.あいよいいよあいいよやばいよToday, he's delivering a lesson. おはようございます。よっしゃ。うまいです。よかった、盛り上がってくれてるやん。プレッシャーは感じるよね。だからそうだね。じゃあまず自己紹介するね。授業って緊張すんな、マジで。こんな初めてやで。字綺麗でしょ。心が綺麗やね。これさ読める？なんて読めるかわかる？そう知ってるね。じゃあ一応書いとこうね。阿部松ギブさん、うるさいよ、はいよ。これ慣れてね。レオンって言います。で、僕はあだ名があるの。僕はあよやばいよって言っちゃうから、魚屋さんって呼ばれてるのね。そうそう。
そうそう、よくさ魚屋さんとかってさ「はいいらっしゃいいらっしゃいあいよあいよ」って言うじゃん。だからその声もだし、でだから魚屋さんって呼ばれてて、だからそれもなんか一つの覚えやすいイメージとしては理解しといて。とかこういう咳払いみたいなこう書いてるでしょ。咳払い、叫び声、規制、あいよあいよやばいよって言っちゃうのもあるし、あとは規制、なんかね、女の子のチック症の人とかはなんか「やーやー」みたいなすごい高い声が出るの。でそうそんな感じ。俺は声がさガサガサだから出せないんだけど「キャーキャー」っていうのを言っちゃうから事件じゃん。本当に隣の家とかに住んでたらさ、めっちゃ通報とかも入ったりして、そう困ってるみたい。そう顔をしかめるとか。Leon gave a special 90-minute lesson to the 34 fifth graders in the class. じゃあさ、俺のやってる仕事についてみんな知ってるよね。今バッグ持ってきたし。そう。ちょっと違うな。そう結構大きいでしょ。なんか生まれるらしい。ああ可愛くない？せっかくウーバーバッグを持って来てからさ、誰か背負ってみたい人とかいる？誰がいいやろうな。じゃあ男の子と女の子一人ずつ選ぼうか。なんか体格的にはお前が一番ですね。俺とあんま変わらないぐらいしっかりしてるから。背負ったことなくていないよね、あんまね。いいじゃん。で、それいいね。かっこいいの、それ先生。あ、よかった。こういう配達員いるわ。Next, Leon gave a quiz. そうじゃあこの今123でつけたんだけど、僕が苦手な場所がこの中にあります。それをまだ言っちゃダメだよ。だからこれをみんなでグループで話し合って、で僕が何個のグループか当てるからで、話し合ってみて。よろしくお願いします。はいよ。じゃあどれにする？全部じゃん。全部だよね。全部あり。でもさ、映画館行けないのさ、だからネットフリックスとかでさ、出るの待たなきゃいけないさ、結構辛くない？ What is the answer? じゃあ言ってってもらおう。映画館は静かにしてなきゃいけないし、席の間隔もそんなに空いてないから迷惑になっちゃうのと、2番のレストランも同じく人がいっぱい集まってるし、静かにしてるってことはあまりないけど、やっぱり迷惑になることはあるかな。じゃあ4番。1番だと思う。静かに見てなきゃいけない空間で、なんか一人で喋ってるとなんか周りに迷惑が入っちゃって、でも自分は言いたいって思って言ってるわけじゃないから、ちょっと自分も傷つくっていう感じがある。なるほど。オッケー。じゃあみんなから聞けたから、じゃあ正解発表するね。正解は全部でした。みんな鋭いね。そうだからもちろん映画館ももう何年も行ってないし、だから家の iPad で映画を見るんだよね。本当は行きたいよ。であとはレストランもさっき言ったようにお寿司屋さんとかで怒られたりとか。誰か手挙げて。 It's time for questions at the end of the lesson. じゃあそうだな。緑の服の女の子。小学校2年生でトリック症と診断された時の周りの人の反応ってどうでしたか？僕はチック症だよって病院の先生に言われてから大体17歳ぐらいまで
ずっとこの病気のことを隠してきたの。一度さ、もう大人になって自分で公言するようになってからすごく気持ちが楽になったんだけど、多分普通でもさ、自分がこういう病気があるっていうのを多分最初にみんなに打ち明けるのってすごく勇気がいるんだよね。なんか気持ちわかるでしょ。なんかアディダス反対になんか嬉しかったことってありますか？それあるある。で僕がすごい印象に残ってるのは、名古屋で韓国人のお客さんだったの。韓国人のお客さんで、私の弟はトゥレット症がありますって、あなたと同じように苦しんでますって言って、だから商品を僕が渡した後も僕が帰るまでずっと頭下げてた。もうなんかさ、ありがとうございますって笑顔で言ったけどさ、もう泣きながら運転してた俺は。嬉しくてさ、やっぱり人間って理解されることがめちゃくちゃ嬉しいんだよ。なんか分かってもらえないっていう苦しみがさ、めっちゃしんどいの分かる。この気持ち伝わらない、どうしようって。だけどそうやって理解してくれて、なんだろう、頑張ってって、それを踏まえた上で応援してくれるのはめちゃくちゃ嬉しかった。だからさ、やっぱりみんなには街でこういう不思議な人、変な人って言い方だけどを見た時にも少し許せる心を持ってほしいと思う。別にさ、人間ってみんな同じ形で生まれてみんな同じように育つわけじゃないから、だからそうだね、だから街で変わった人を見かけたりとかした時に、この人って何かあるんじゃないかな、なんか病気なのかもしれないなって思ったら結構許せるんだよね。そうだからそうだね、優しい気持ちで人に接してあげたりとか、あと困ってる人を助けたりできる存在の方が俺は超かっこいいと思うから、そういう大人になってくれたら嬉しいなって思う。レオン先生が声が出た時に「ごめんね」とか「すいませんすいません」って言ってたんだけど、もうさ全然「ごめんね」とか「すいません」じゃなくないなんかもうこのクラスはそういうの聞いたから、全然そういうのが「ごめんね」とか「すいません」じゃないんだなっていうふうに感じました。申し訳ないっていう言葉も今後僕もごめんなさいねって言葉を減らしていけたらいいな。サイン考えとけばよかった。なんかここでいいの？いいぞいいよ。ごめんね。ここに書いてください。見づらくないそこ。1分無理ない。ほんまは自分の名前書くとかやこれ。おい、レオンってレオンってレオンなのかよ。出なさい。楽しかった。実は就職が決まりまして、重度訪問介護事業所っていう僕がもともと行きたかった福祉の領域、趣味とかでやってきたデザインとかを生かしてチラシを作ったりだとか、あと営業を担当させてもらうことになりまして、いろんなところに自分の足で歩いていくような形になるのかなっていう感じですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。およそ1時間でしたが、いかがだったでしょうか。 The theater was rented out to screen the film. 60 guests, including people with Tourette syndrome and their families, attended. They struggled hard to stay quiet here. But it was okay to make sounds during this movie. It was allowed during this documentary premiere. 本当もう映画を見てるって感じでなのに自分の症状を気にせずに見れたっていうことがその疲労感とかも、正直少しはあったんですけど、それ以上にやっぱり見終わった後の感動とかのが全然勝りました。普段その長い動画が苦手で1時間耐えれるかなと思ったんですけど、そのしんどくなったり動きたくなったら出ていいっていうのはすごい気持ち的に楽だったんで、最後まで見れました。こういう静かな環境っていうのをなるべく避けてたんですごい久しぶりの経験でした。どうでした？いやすごい懐かしいなっていう気持ちと同時に普通にこういうところやっぱ普通に来れたらもっと楽しいなっていう気持ちもあって。Georges Gilles de la Tourette, a French doctor, identified Tourette syndrome in 1885. Now, 138 years later, there is still no effective treatment. When Tourette sufferers show their other side, it surprises people nearby. Tourette sufferers ask only one thing: